今回はたまに行くエリアの二子玉川へ行ったレポートです。普段は駅に隣接する場所でランチをしたり、ちょっとお買い物をして帰宅することが多いのですが、この日は駅からすぐの場所にあるスペイン王室御用達と言われるお店でお買い物、そしてちょっと歩いたところにあるスペインレストランでランチを楽しんだのと、ランチ前に駅からそのまま歩いていける非日常の穴場的な日本庭園を訪ねた様子をお伝えしたいと思います。二子玉川駅に着きました。二子玉川駅は大井町線と田園都市線が通る駅で、普段は断然二子玉という名称が私には馴染んでいます。正式な名称は二子玉川ですね。改札口を出て左手に行くと高島屋のある方面ですが、今回は右手にある商業施設のライズやその先の方向にある日本庭園を目指します。ここは天候を気にせず歩ける天井の高いアーケードになっていて、ちょっとしたお買い物に来るのには東急線沿線住民には便利な駅です。周辺にはいくつも高層マンションが建っているので、比較的若い家族の利用者も多い気がします。アーケードとバスのロータリーを抜けて一つ上の階に上がる階段やエスカレーターを登っていきます。そうすると右手には素敵な空間の蔦屋家電があります。ここは本屋さんとおしゃれな家電製品、そしてカフェが同じ空間に溶け込んでいるような広いお店です。そして左側にもいくつもお店は並んでいますが、この一角にスペイン王室御用達と言われているマヨルカがあります。見えてきましたね。こちらのお店です。マヨルカです。このお店はスペインのマヨルカ島の名前そのものが店名になっています。マヨルカが日本では正式名称のようですが、マジョルカと発音される場合もあります。このお店の名物の一つは、創業者が1931年からマドリードで広めることになったマヨルカ島の菓子パンエンサイマダがマヨルカ島のものだったということから、店名もマヨルカになったわけです。そもそもこのお店のマドリードでの開店のきっかけが、スペインの国民にとって一大イベントである、そして当時もそうであったと想像できるクリスマス宝くじで、創業者夫妻が1等を当てたことが、きっかけだったそうです。それが資金源となってマドリードで1店舗目の菓子店が開店できたのです。もし宝くじが当たっていなかったら、現在では王室御用達のデリカテッセンとカフェのお店そのものがなかったかもしれないと想像すると、なんだか面白いですよね。日本にはこの二子玉川に初上陸店として出店し、それが2015年でした。久しぶりにこのお店を訪ねましたが、飲食スペースではないショップの方の配置が変わったせいなのか、やや以前よりもスペースが狭くなったような気がします。もちろん本場のスペインの店舗と比べたら気の毒ですが、スペースが小さい分扱っている商品も少なめです。それでもスペインの風を感じられるものがいろいろあって、ちょっと嬉しくなります。スペインのお菓子ポルボロンもこちらでは年中扱っています。伝統的なシンプルな味だけではなく、いろいろなバリエーションがあります。美味しそうなパンやお菓子もありますが、名物のエンサイマーダもあります。ポルボロンもエンサイマーダも作る材料に伝統的にはラードが使われます。ちょっと目移りしてしまいましたが、塩ロールパンとエンサイマーダ、そしてピスタチオバターを挟んだクロワッサンを購入しました。マヨルカでお買い物をしてからまだランチの待ち合わせに時間があったので、そのまま同じ方向へ奥の方へ向かって歩き続けていきます。基本的にお店のエリアが過ぎるとすっかり人の数は減って非常に静かな雰囲気です。まっすぐしばらく歩き続けると二子玉川公園、そして紀信園という名前の日本庭園がある場所にたどり着きます。そこでここも久しぶりでしたが、紀信園にしばらくお邪魔することにしました。到着したのは午前中でしたが、複数の作業の方があちこちで庭園のお手入れをされていて、訪問客の数以上に作業員の方がいたように感じます。こちらの日本庭園は2013年に開園したそうで、隣接する二子玉川公園とともに日本庭園が広がっていますが、これは世田谷区立の公園としては初の日本庭園なのだそうです。
なんといってもこの公園は高い岩場から水が流れ、庭園の中を流れる川に続いていくデザインになっていて、まるで近くにある実際の多摩川のミニチュア版を見ているかのようですね。早速石のステップを歩いて階段のように下へ降りていきます。庭園の中は散策できるように道もきちんと整備されているので、とても歩きやすいですし、訪ねた時には車椅子で散策されている方もいらっしゃいました。車椅子やベビーカーの場合は入り口も別のところから入れば、こうやって石のステップを通らずに入れるようにもなっています。こうやって道に沿って庭園をぐるっと囲むように少し歩いてみました。この日は少し風は強かったもののお天気だったので、気持ちの良いお散歩ができました。庭園の中には日本家屋があるのですが、これは旧清水邸書院と呼ばれているもので、明治時代末期に建てられた近代和風建築なのだそうです。一度は別の場所で取り壊しの話になっていたものを、世田谷区がこの庭園に建物を復元したそうです。都心でこういう水のせせらぎの音が聞こえるのもとてもリフレッシュできますよね。しかもこの日は晴れていて、庭園から出た時に遠くに実際に肉眼で富士山も見えました。さて時間になったので、また駅を目指して逆の方向へ戻っていきます。改札口で待ち合わせをしていました。待ち合わせで集合した後は駅構内から外に出て、今度は線路沿いの道を少し歩いて目的地のレストランへ向かいます。駅からは徒歩5、6分ほどのところにあるスペインレストランのエセンシアさんです。一軒家のようなレストランは細長い空間でオープンキッチンとなっていて、お客さんはそのカウンターかその奥のこじんまりとしたテーブル席に座るようになっています。こちらのレストランは日本の旬の食材で作るスペイン料理が堪能できるハイカジュアルレストランということだそうです。私たちは4品のランチコースをいただきました。はじめのスープはじゃがいものポタージュのようなクレーマで、下にはトマトのエッセンスが隠されているものでした。2品目はピキージョと呼ばれる赤ピーマンの一種の中に詰め物をしたもので、今回は鶏肉がベースに入っていました。このピキージョという語彙はピコという尖ったものを指す言葉にイージョという縮小字がついて、小さく尖った赤ピーマンの形を表しています。スペインでは缶詰に入ってスーパーでも売られているようなポピュラーなものです。メインはホタルイカのパスタパイヤでした。これはフィデウアと言いますが、お米が足りなくてパスタを使ったのが始まりという説もあります。このホタルイカのパスタのパエリアにシェフからの出題で1匹だけ逆向きの子がいました。思わずじっと探してしまいました。お店の方がその後まんべんなく混ぜてくださり、取り分けていただきました。これはシーフードのお出汁がとても出ていて、それにニンニク風味のマヨネーズのアリオリソースが添えられているので、少し味の変化を楽しみながらいただきました。コーヒーとともにデザートはスペインのクリスマス時期に定番のアーモンドのお菓子トゥロンのアレンジのようなものにイチゴが添えられていました。小さいながらも濃厚で存在感のあるお味でした。とても素敵なレストランで美味しかったです。すっかりスペイン料理のランチを楽しんでから、再び二子玉川駅に向かい、帰りの電車に乗る前にライズの1階だけ覗きました。素敵な小物屋さんのところで、ちょっと旅にも役立ちそうな片面が透明なビニール地になっている可愛いサンドイッチ柄のポーチを見つけました。このサンドイッチ柄がイチゴ柄のサンドイッチになっていました。小物やアクセサリーを入れるのにとても便利そうかなと思います。早速次の旅に使ってみようと思ってます。
そんな感じで二子玉川のスペインの味と日本庭園を満喫したちょっと特別感のある数時間の滞在でした。皆さんもよかったら見に行ってみてくださいね。